の開設会をただいまから行わせていただきます。今回はその月山行事と昨日行われました月山行事が今年の3月、北条津八幡宮祭の月山行事として、国の重要無形民族文化財に指定されたことを記念いたしまして、新港博物館で現在、特別展北条の祭りという展覧会を開催しております。この展覧会の記念の特別大連展覧会と合わせて開催をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また今、コロナの状況もございますので、十分感覚を持ってまたお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で今回、ご案内、今日は皆様の目の前に、飾っておられますのが、これが北条と八幡宮の、月山でございます。材木を組み立てて、こういった舞台、山と言いますけれども、こういった舞台を組み立てて、この上に神様を祀られる行事でございます。そもそも日本の神様というのは形がございませんので、お祭りの場に、神様を招く聖なる場所を作って、お祭りをすることが古くからの習わしとされております。北条と八幡宮の場合、その神様を祀る場として、木で、こういった舞台を組み立てて神を祀る場を秋祭りに作っておられます。それはそれで古い形、日本の古い神道でも例えば神社地鎮祭などでもやはりお祭り神様をその場に呼んでお祭りをするという習わしがあると思いますけれども、この古い神祭りの中に、この後、日本にインドから中国、朝鮮を仏教、仏様の教えが伝わってまいります。そういたしますと、形のない日本の神様の姿に形のあるもの、分かりやすく仏像ですね、仏像に似た形で目に見える形での神や仏といった尊いものの姿を表すことも行われるようになってまいりました。その形がこの月山でも見えておりまして、月山真ん中の方に屋根の上に中心となる神様が祀られております。でその主神の周り左右に兜をつけた神様、これは四天王と申しますが、仏教で東西南北を守る神とされております。そうした中心となる、本尊にあたる神様と周りに四天王と呼ばれる東西南北を守る神様、仏教に登場する神様、四天王仏教に登場する神様ですけれども、こうしたような形で飾ることで姿のない神様に姿のある形のある姿のある人形として姿を与えられるお祭りとなります。ちなみに今神社の中で仏って今仏教って言いましたけれども、日本では特に平安時代以降、日本の神道の中に外来の教えであります仏教を取り込んで、それが喧嘩をしないように、その思想を組み立てる神仏混合とか神仏融合と言われる考え方が一般的となりました。こちらのお祭りが行われております北条と八幡宮は全国の神社神様の中でも特に神仏混合の思想を受け継ぐ八幡神という神様をお祭りになっておられます。ですので秋の神社のお祭りでこうした仏教の神様が登場する月山と言われるものにこの4体がお飾りが飾られておるわけです。でこれ、この月山の前にもう一つここに3体別の月山が飾っておりますけれども、これは鏡人形とかマロウという人形です。こちらの方は実はだいぶ江戸時代の後、今から200年ほど前になってから登場したものです。この月山の行事そのものは神を祀る行事だったんですけれども、この上の部分ちょうど舞台みたいになっておるの皆さん見えますよね。舞台になっております。この場所を使って、もっとこの行事そのものを見せるような行事にしてはどうかということがどうかとし
代考え出されたようでございます。これは他の山の行事、他の行われている行事と同じような話だったようでございますけれども、そうした中で北条津は、その町の人たちは、ここに、飾る人形とか、マロートと呼ばれる歴史物語に題材を取った人形を毎年繰り返して、それをここに飾ることにいたしました。毎年繰り返るものですから、今年どんなテーマが選ばれるだろうというのを内緒に本当はなってですね、祭りがいいなって今年をこれと見せて、今年はなんとかという物語を表しているなというような、楽しみとして、本来は神を祀る聖な寺であったんですけれども、そういったところに江戸時代の町人たちの楽しみとしての人形が新たに加えられることとなっています。実を言いますと、この山と言われる行事なんですけれども、この山は山という中で部類で分けますと、分かりやすく言うと、動かない山、動く山というのは敷山でございますけど、動かない山に当たります。動かない山で、こういった神の人形が登場しているものが昔あったんですけれども、その神の人形が、もともと聖なる場であったということを忘れなさられてしまって、動かない山でも神様の人形が消えていってしまった山もございます。そうですね、皆さんも知っておられるか、と思うんですけれども、福井県の博多に、高知山形という、福岡の山口の、山形のお祭りがございます。担いで町を回るものもあるんですけれども、ただ町の中に飾っておくだけの山形というものもございます。これはもう神様のお姫様の姿が失われてしまって、歴史上の物語だけ。この築山でいうと、前の方にあります、マロード、火山人形の部分だけが残ってしまっているというようなことになっています。こちらの北条と八幡宮の場合は、臨時の神の場として組んだ場所、そして神様の人形として表された場所、そしてその後、町人たちの文化を反映して、飾る人形と言われるものが、見せるための人形が登場したものという、古い形で、共同して残っているわけですね。これが他の町だったら、どれかがしか残ってないことが多いんですけれども、これが時代の変遷がお祭りの動かない山のお祭りの意味が歴史的な変遷が分かるということで、国が重要文化財に指定をされております。動かない山と言われてもなかなか皆さんピンとこないと思うんですけれども、後からまた動く山の方もご案内いたしますので、またのでお願いいたします。ちなみにこちらの今年のお話は平安3年、今から370年ほど前でございますけれども、北条の八幡宮の秋のお祭り、毎年の行列が行われるんですが、それに合わせて北条の西にございます漆町の富山屋という魚の商いを取り扱う問屋さんの主の方でございますが、その人が家のお祝い事があったということで、敷山を自前でですね、北条の八幡宮のおみこしに追行した。これが北条の敷山祭りの始まりとされておりますけれども、その様子を表した人形を作って飾られました。普段でございますと、神様の人形、出身の乳母神と言われる神様と、毎年天皇の像が毎年同じものが飾られるんですが、こちらの真ん中のものは作り変えられます。これは北条と八幡宮の奉仕会という、神社のボランティアの団体の人たちが、そうですね、毎年6月、7月ぐらいから暑い中を一生懸命竹見物をしたり、着物を合わせたりというような形で選んで、こしらえておられます。で今回は顔の部分ですね、こちらの頭の部分の今から200年前に作られたこの飾り人形、マロード用に作られた頭のものが使っておられます。毎年のお祭りでしたら、この上にお塩をかぶってて、神様の神が使われるお面を飾るものなんですけれども、今年はそのお面を外した状態で、飾られています。実はこの毎日の頭ですけれども、至って両方の方もクリーニングをされましたけど、目に一段好きな曲感としておられますので、ずっとかけているんですけれども、ずっと絵をリアル、現実的なものに見えたものを表して目の部分にガラスを入れるんです。で、そうしたガラスを入れる曲感と呼ばれる作りが、その前に目をかぶせる縦の頭の部分にまで曲感というリアルなものが使われています。そうした、作り込みが細かいということが分かったものですから、今回これを特に見てもらおうということで、わざわざ曲感の小道具の部分だけのものを今回使われて
れはある意味完成形です。このお祭りの時間的な流れをご紹介いたします。この月山の舞台自体は、毎年このためにはございませんで、9月の今開催して、神社の倉庫にしまってありますけれども、9月の下旬になりましたら、地区の八幡宮の役員の人たちがこれを大工さんの指導のもとに組み立てて、この場所に臨時の舞台山を作ります。でこの後9月の30日、おとといでございますね。こちらは北条と八幡宮の背面の左側に空いてるところがあるんですけれども、そちらの空いてるところに幕をきまして、そこにかがり火を焚いて、船の形のおみこしを置いて、夕方お祭りを行われます。かがり火をつけて、神主さんが海から、この北条と八幡宮というのは海の神であります八幡神をお祭りしたお社でございます。向こう側が父などに越え回る。北側に向かって火を焚いて、神を祀る、海から天皇の神が海というのは神が仏、天皇の霊が宿るという聖なる場所という地域の人は考えています。海から火を焚いて目印とした向かい火ですね。ここに向かい火という風習を持っているところがございます。向かい火のところにから神を迎えてしまっています。こちらにめがけてやってきた船の形に船の形の見方をこの大殿の前から行列をしてこちらの月山の台の前に持ってこられる。ここでまた神様が神主さんが鳥居を上げられて30日の日は月山の日はね何もかかってない。真ん中の神様のところに大きな榊の木が立てられています。神様が降りてきてくださいと目印ですね。ということを一番最初に申し上げます。形のない日本の神様を祀るためには木とか旗とか目印として降りてきてください。でその降り方の日頃にと呼ばれるものに降りてもらうよう船から移ってもらうように人々がする。ご先祖の神様は榊の木に乗ったまま10月1日、北条の八幡宮からおみこしが出発して、その13本の月山がついて回られるというみこし行列をご覧になります。ですから、月山の上では、町の通りでは、今生きている住民の人たちが一緒に同じ時間、同じ空間で祭りを楽しむというお祭りが行われているわけです。で、今日2日の日、朝5時、今日は朝早かったので4時からされましたけれども、4時に、役員の人たちがこの上に上がって、屋根の上の主人のところにあった榊を取り除いて、今なっております、大場と今呼ばれる主神の人形をですね、で、周りにその四天王と呼ばれる甲冑をつけた仏教で東西南北の本日のされております神様の人形を立て、最後にこの、今、引き合わせて小山や大工さんたちが人形を作っているものを使って、神様が大祭りをして、今日はこれで神事は行われます。この後はずっと今こうやって皆さん公開されている状態で、公開されているんですけれども、夕方4時になりましたら、この神事を全部取り払いまして、幕を全部下ろしまして、お祭り、月山のお祭りが終了ということになります。実はこの人形、神様が寄っておられるということなので、このまま放置しておくと、夜、勝手に喧嘩をして逃げていってしまうという怪異現象がございますので、必ず日が沈む前には、人形を全て取り外して、ただ着組の舞台にだけ戻してしまうという習わしとなっています。今申し上げたように、この月山、海からご先祖様まで、だからご先祖様が上にこう見取られるわけですけれども、かつて江戸時代は、もっとご先祖様だけではなくて、海から全世界中の神様を呼んだという取り組みもされております。仏教の日本の神道の神様、仏教の神様、あと陰陽道の神様、いっぱい読み上げた化け物みたいになっているの人が、こちら北条八幡宮の方に残されてで、この月山は非常に大事なお祭りとされておりまして、今申し上げたように、この人形を片付けないと何が起こるというのももちろんです。江戸時代後期の段階では、この月山行事が終わらないと、北条と八幡宮の秋のお祭り全体が終わらないともされております。
ですので、八幡宮の中では、この土山行事、非常に大事にされていまして、今から160年前に、町の中で八幡宮が創立したときは、町の人たちはまず何から再建したかというと、この土山から再建されました。土山の舞台をまず町の人たちが神社の拝殿本殿を作るよりも先に土山の舞台から作り直して、その年の秋の祭りを行われたという記録が残っております。ですので、古い神祭りの形として、それこそ神社というそういう形の建物がだいぶ後、仏教の教えが次からなんですけれども、そうしたものが伝わる以前からの古い神への信仰というものの形が、こういった形で秋の祭りとまさに今日の朝6時から4時までですから、12番程度しか見れない、1年に一度、それでもこの人形、この文化に使われている労働人形が飾る来年は使われませんので、皆さんが後を見てらっしゃる、今後見てらっしゃる、その時間後には、この姿を永遠に伝わるという顔がなっておるわけです。土山の行事は、この辺り、実はこの先ほど申し上げた、そういった山と言われる舞台を神を祀る行事自体は、昔ではいっぱいあったんですけれども、現在、この神様の理由まで残っている行事というのは、こちらの北条座四幡宮と4月23日に、二神で長岡の二神が行われた時に、二神の月次のみで、行われましたので、全国でも非常に珍しい形です。一つ特徴として挙げられます。また、奥山、檜山の祭りを想像すると、そういった檜山の行事をしていた場合は、檜山の役割でした。今、町人たちにしたら、そういう語り人形で面白い物語、表現するのであれば、こいつで山の方がいいやというような、選択がされるわけです。選ばれるわけで、大かない檜山がなくなってしまうということですけれども、東京と八幡宮の場合は、秋の祭りの中で、檜山と檜山がともに境内で行われる檜山と13日で行われる檜山が同じ秋の祭りの中で共同に行われているというのも全国的には例がないので、こうしたような古い山、神を祀るための場所を作る山と言われる祭りですね、こうしたようなものが保たれているということを国として評価されたということです。ここで解説、今日もだいぶ暑いので、ここで一旦終えさせていただきます。